こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、モデルファクトリーヒロ MFH の、12分の1マツダ 787B の制作やっていこうと思います。はい。で、今回はですね、ボディの方に入りまして、ボディの下地処理やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたらね、ボディ周りなんですけど、フロアと、上のカウルですね、カウル類をある程度全部出してきました。で、ちょっとこれ全部、組んでいく形になるんですけど、結構ね、何箇所か合わせ目消しをしたりとか、いろいろ調整しないといけない部分があったりするので、その辺をね、順次やっていこうと思います。例えばこの後ろのこのダクトに関しては、ここにはめた状態で、ここの合わせ目はないんですよね、実写。こっちもこっちも。合わせ目がないっていう形になるんで、これを接着してあげて、で、綺麗に合わせ目を消していくっていう感じになります。ちょっとこっち側の処理がね、どうなってるのかちょっと、あれなんで、もう一回写真確認しますけども、そういう感じで、他のやつとかもね、愛を確認するのと、取り付けやっていこうと思います。このフェンダーの上のね、こういうルーバーとかもありますんでね、この辺全部順番に、やっていこうと思います。はい、そしたらですね、一旦仮組みが、ここまでできました。ネジで留める部分は全てネジ穴を開けて、全部固定しました。で、他の部品で、もう接着できるものに関しては接着しました。って言ってもここのルーバーとここのさっき言ってたダクトですね。ここのダクトだけは、接着したっていう感じで、他の部分は全部ネジ止めなので、こういうフロントのリップだったりとか、こういうところとかは、ネジで固定してやるっていう感じでやってあります。で、ここのパーツはね、これで押さえられてるだけなんで、まだ浮いてる状態ですねっていう感じになってます。はい。で、ここまでやってみて、C11 より愛が非常に良いです。なので、割とサクサクいけそうだなっていう感じはあるんですけど、ちょっとね、フロントのこのパネルが反ってんのかな、これは。このフロントのね、カウルをこうかぶせると、ちょっとフロントのカウルが上がり気味になるんですよね。これが正しい位置なのかどうなのかっていう話なんですけど、多分反ってると思うので、この辺はね、ちょっとヒートガンでフロアパネルを温めて、でちょっと伸ばす方向でやってあげようかなというふうに思います。このサイズのね、2分割なんですけど、この 787B は、フロントのこっから前とこっから後ろでフロアパネル2分割になってるんですけど、このサイズになると多少の反りとかはね仕方ないので、この辺はね温めて修正していこうかなという感じでやろうと思ってます。で、ドアに関してはそんなに愛は悪くないかなと思います。愛は悪くないんですけど、今ちょっと辛い位置すぎるんで、ちょっとこの合わせ目のところとかは修正した方がいいかなとは思うんですけど、今なんせこの補強用のねゲートがついたまんまにしてるんで、まだなので、ちょっとそれを外してもう一回確認してっていう感じですね、ここの愛に関しては。はい。で、リアのエンジンカバーの部分に関しては、ちょっとね愛がきつかったんで、少しここの合わせ目の部分少し削りました。少し削って、ある程度合うようにはなったんですけど、ちょっと反ってるんですよね。ちょっとこ
こう怒り型になってるんで、ここもね少しヒートガンで後で調整してあげようと思います。はい、でこの横のこういうパネルとかこの辺のパネルはあるんですけど、この辺の愛も割と良好な感じなので、まあ特に問題なくいけそうかなって感じですね。ここら辺とかもねそんなにこうガッタガタになることなくピタッとはまってくれるんで、こんな感じになってます。はい、でエンジンカバー外すとねこんな感じになってて、ここにエンジンが乗って、で、エンジンのねファンネルの部分がここの中にスポッと収まるんですよ。でそこの位置関係とかがどうかなってちょっと心配してた部分があるんですけども、意外とスポッと綺麗にはまってくれたんで、その辺もねちょっと一安心でなんとかなりそうな感じになってきたんで、がぜんやる気がもりもりと湧いてきてるところであります。はい、そしたらここからもう一回全部バラバラにばらして、ここのさっき言ってたね合わせ目消しだったりとか、あと表面の処理ですよね、その辺の作業を全部やっていって、サフ拭きまで進めていこうと思います。はい、そしたらですね、ここの部分ですね、ここのダクトの部分、これ内側からパーツ入れて、合わせ目消しするって言ってたんですけども、一応ねここに入れ込んで、パテで形状を修正しました。ちょっとこっち側ですね、ここは良かったんですけど、こっち側がね、実写とは全然違う形状になってしまうんで、ここはパテを入れて形を修正しました。こんな感じでね、はい、ちょっと上からサフ拭いてるんで見えないですけど、修正しました。で、今から表面の処理をしていくんで、捨てサフを軽く拭きました。捨てサフなんでね適当にしか拭かなかったんでムラムラなんですけども、これ今拭いてるのは水性サフですね。水性サフを拭いてるんで、ここから、表面の一皮剥くぐらいな感じで、表面の処理をして引けとかうねりとか、こんなんとかね確実になんか肩に傷が入ってたのか何なのか分かんないですけど、なんかこんなくぼみがあったりとかするんで、こういう部分を、全部修正して、で修正が全部終わったら、最後ねこの表面のこの今捨てサフで拭いた水性サフは全部マジックリンで綺麗に洗い落としてあげて、で本サフを拭くっていう感じでやっていきます。はい、こんなフロントカウルとかもね同じように拭いてるんで、やっていきましょう。はい、でなんで水性サフ使うかっていうと、サフ拭くとねこうやって削り落とす部分はいいんですけど、こう入り組んだところとか、あとモールドが入ってるところとかにもサフって入り込んじゃうじゃないですか。そうなると捨てサフ拭いて表面処理して、でそういうモールドに入ったやつとか、こういう入り組んだところに入った、サフを削りきれないまんまその上からさらにサフを重ねていくってすると、どんどんね表面がだるくなっていっちゃうんですよね、サフが重なっていって。なのでそれが嫌なので、この捨てサフ表面処理の前の捨てサフに関しては僕は一回全部洗い流すようにしてます。ただこの表面処理をするとき、こういう表面処理をするときとかはサフをこうやって拭いとかないと、表面の細かいうねりって分かんないんですよね。なんで後々ね塗装してからそれが見つかってってなると、そこから修正するのはもう困難なんで、やっぱりね捨てサフを拭いてこういう表面処理するっていうのはある程度大事なのかなって最近思ってます。一時期はね捨てサフはやりませんって感じで僕やってたんですけどね、やっぱりね細かい表面のうねりとかの見落としが多かったんで、最近はまたちょっと
考えを改めました。こうやってやるとね、こういうこれうねりですよね、表面のね、うねりというかあれかな、あれがあったりとかするんで、こういうのもサフを拭いてれば、さっきくぼんでるって言ってたところも軽くペーパー当てるとこうやって浮き上がってくるんで、こういうのをねきっちりとこの時点で処理していきます。なんでね、もうあとはひたすらこれでペーパーを当てていく。こことかもね、さっき僕気づいてなかったんですけど、これへこんでるんですよね。多分傷かなんかと、傷というか多分肩に入り込んだゴミの跡とかかなだと思うんですけど、こんなんもあるんで、こういうのもね全部削り落としていきます。でサフ拭いてるからね、すぐヤスリの目が詰まるんでね、ヤスリの目は定期的にこうメラミンスポンジとかキッチンペーパーとかをこすって、目詰まりを取りながらやっていきましょう。こう場所によってはね、ちょっと番手とかも変えながらやっていく。下地処理の時点だったらある程度粗い番手のペーパー当てても、その後ちょっと番手上げてあげればねなんとでもなるんで、ここは手強そうだなと思う部分はね、もうさっさと粗い番手、さっき使ったこっち220番ですけど、こんなんとかも使いながらもうサクサクやっていった方がいいと思います。こっちは400番ですね。で特にこういうパーツの縁の部分だったりとか、あとこういうパーツが折り返ってる部分、あと裏側にこういう造形がある部分っていうのは引けが出やすいので、そこら辺とかはより注意してやっていきます。あとはまあその車特有のね造形とかもあったりするんで、その辺はなるべく崩さないようにやっていく。さあね、ひたすらこれを全部のパーツやっていきます。はい、そしたら、水性サフを洗い落として、でガイアのサフェサエボのグレーを拭いていきました。こんな感じで、まあさっきまでだとね分かんなかった傷とかいろんなもんがねグレーサフを拭くことで浮き上がってくるんですけど、今回ねヒロのキットにしては珍しくレジンあるあるな、こういう、小さい気泡ですね。ちょっと映ってるかな、このちっちゃいプツプツしてるやつ、このね微細気泡って言うんですけど、今回結構このリアカウルに関しては見られたので、これの修正をしていくのと、ホワイトメタルのパーツあるあるなんですけど、ホワイトメタルもね表面にこう巣が入りやすいんですよね。でもねこうプツプツなってるの、これ表面の巣なんですけど、こういうのが入りやすいんで、これがねサフを拭いたことで浮き上がってきたので、これの修正をしていこうと思います。でまあ普段だったらラッカーパテ使ったりすること多いんですけど、今回はちょっとねこっち使ってみようと思います。パーフェクトプラスチックパテね、こっちを使ってやっていきましょう。このパテの特徴はね、ほぼ引けが発生しないっていうのが一つの特徴で、割とね使いやすい。でこのパテね水性パテなんですよ。なのでまあ自然にも優しいとか、まあ、いろんなメリットがあったりするんですけど、この水性パテをね使ってこれを埋めていこうと思います。でまあ引けが発生しないんでね、もう薄塗りでこう
ヘラとかを使ってこうやって塗っていくっていう感じ。パテを盛るっていうよりはパテを塗るっていう感じですよね。でつけていきます。ラッカーパテとかの場合だとこの気泡の深さにもよって変わってくるんですけど、気泡の深さによっては埋めたと思って上から塗装したら後から引けてきてまたそこがくぼんできたみたいなことがね結構よく起きるんですよ。なんでこういうね引けが少ないパテっていうのは結構重宝したりするかな。本当はちゃんとしたねハケでやった方がいいんですけど、ちょっとね行方不明でどこにいたか分かんないんですよ。でこのパーフェクトプラスチックパテはね結構削りやすいので、こんな感じでちょっとね必要以上につけたとしても簡単に削り落とせるんで、こうやってねとりあえずこの微細気泡があるところにパテをもりもり持っていく。まあこんな感じかな。こんな感じで持ってあげます。これでね乾かして、硬化させていきます。あとこっちのドアの方も同じようにこれを持ってあげて薄く伸ばす。はい、そしたらねパテが乾いたんでこれを800番のペーパーで落としていきましょう。まあ600番とかでもいいんですけど、まあ、800番ぐらいの方がねこの後のサフがサクッと済むので、これで800番で削って、で最後もう一回サフを拭くんですけど、まあ、今回オレンジじゃないですか。ボディがねボディがオレンジというか、オレンジを塗装で、他のグリーンとかその辺の部分は、デカレで再現っていう形になるんですけど、まあ、その蛍光オレンジを塗るにあたって発色を良くするために、まあ、白か黄色ぐらいを拭こうかなと思ってるんで、この後ね、ペーパーでこういうのを慣らした後に最後白サフかイエローサフを拭こうかなと思ってるんですよね。なので、白サフにしてもイエローサフにしてもあまり隠蔽力が強くないんですよ。傷の隠蔽力も強くないし色の隠蔽力もあまり強くないっていうのがあるんで、なるべくあんまり粗い番手じゃない方が多分楽だと思います。ただねこれでひたすら、削っていって、表面をね整えていこうと思います。他にもねもし粗が見つかったらそこも全部修正してっていう感じでやっていきます。はい、そしたらね、イエローサフを拭いていきました。使ったのはガイアのサーフェイス細胞のイエローですねを使ってこんな感じにしました。はい、まあこれであとしっかり乾燥させてあげて軽く表面のねほこりかんだとこもあったりとか、その辺あるんでその辺を軽く修正したらいよいよ、ボディのオレンジを塗装していくっていう形になるので、ちょっとねこのまましばらく乾燥させていってあげようと思います。でちょっとね完全にこいつを忘れてた、ここのパネルなんですけどこいつを完全に忘れてたのでこれを後で処理して塗っておきます。はい、というわけでとりあえず、下地処理に関しては、これで終了っていう形になります。これで終了で、次からはいよいよ、ボディの塗装をやっていくのと、エンジンとミッションを合体させて配線を取り回していくっていう作業をやっていきますんで、どっちが早く終わった方から先に動画アップしていくっていう感じでやっていきますので、続き見たいと思っていただける方は
下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークで、通知をオンにしてもらうと最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。